どうも、スバルが大好きなゆっくりレ夢ムちゃんです。こんにちは。STI のロゴが好きすぎるゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。そういえば最近、新型 WRX-S4 を街中で見たのよ。結構納車された人が多いみたいね。そうだな。去年の11月末に販売が開始されて、2月後半くらいには納車されたって人の SNS とか、見た気がするから。もう、結構な台数が公道に放流されて、楽しいドライブ生活をしてるだろう。前は新型 WRX を動画で紹介してたけど、あれってマニュアルなかったわよね。そうだな。北米仕様の場合しか残念ながらマニュアルモデルはないんだぜ。そうそれ。レ夢ムちゃん北米仕様の新型 WRX って海外ではどんな風にレビューされてるのか気になるのよ。確かに、日本語の動画を見ても北米仕様の感想とかってないぜ。まあ日本にないからしょうがない部分ではあるんだけどな。日本では手に入らないけど、マニュアルモデルってどんな感じなのか感想知りたい。教えてくれたら、山形の湯沢名物めっちゃ美味しい岩牡蠣あげるから教えて。まあ確かにそろそろ旬だからな。山形の湯沢にある生岩牡蠣めっちゃ美味しいからそれで手を打とう。と言っても、実際に乗ることができないので、海外の人のレビューを参考にしたいと思うぜ。というわけで今回は、北米仕様レビュー、新型 WRX-S4 を海外の人が試乗した素直な感想をゆっくり解説、を紹介する。もし、スバル好きの方はチャンネル登録という形で繋がれると嬉しいわ。それと、面白かったら高評価ボタンで応援してくれると励みになります。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。はじめに断っておくが、良い点は褒め、悪い点はボロクソに言われるからそれが嫌な人は、ブラウザバック推奨だからな。それでも良い人はこのまま聞いてくれ。さすがアメリカの人。悪いところはストレートに辛辣な言葉で、そして褒めるところはめっちゃ褒める。今回は北米仕様のマニュアルモデルを乗った時のレビューで、細かい部分については以前私が、公開した動画の方を見てほしいぜ。まずはおさらいだけれども、新型 WRX は5代目にあたり、スバルのグローバルプラットフォームを採用された車になるのよね。そして使われるエンジンは FA24 型のボクサーエンジン。その通りだな。日本版にはオートマしかなくて、マニュアルは北米仕様だけってのは前回の動画でも話した。まず、この6速マニュアルなんだが、評価としては壮大なものは持ってないがそこがいいと、評価しているな。壮大って何なのかわからないけれど、ピーキーじゃないってことかしらね。排気量が 0.4 リッター増えた分、低域のトルクが増していると紹介しているな。低回転域での力強さが増し、エンジンの負担が少ないため、チューナーにとっては朗報でしょう。てな感じで、エンジンについては好感触な印象だ。いじる人にとってはエンジンに負担がないことはいいことよね。6速マニュアル以外にも選べることができるが、CVT のオプションもありますが、私は非常にマニュアルをお勧めします。とのことで、断然のマニュアル推しだったな。海外の人は日本と比べてマニュアルを愛好してる人は多いイメージだしね。マニュアルシフトについても、今まで乗ってきたスバルのマニュアルシフトから STI と仙台 WRX のショートシフトキットを除いた、ようなフィーリングで、なんだかんだ言って、これが一番いい。ちょっとアグレッシブに攻めることができる。大きな車体なのにアグレッシブに走れるのは、この車の個性とマッチしている。てな感じで、結構アメリカ人には受けがいいみたいだな。ボロクソ言われるかと思いきや、全然絶賛されてるじゃない。どこで不満が出るのか楽しみではあるわ。実際に運転してみると、クラッチは軽くて操作感は非常にいいですね。それよりも仙台 WRX が出た時にあった、大きな問題の一つが、解決されたことが個人的には嬉しいことでした。前のモデルは、ギアチェンジをしようと思っても、針は落ちないし回転数は高いままだし、せっかくマニュアル変速機を楽しんでいるのに、それが台無しになるという罰当たりなものでした。その世代の終わりには少し修正されましたが、このモデルでは問題なく楽しめます。とのことだぜ。なんか言い回しが海外の人って感じよね。つまり、レブハング問題をほぼ解消できたってことみたいだな。これはアメリカならではなのかもしれないが、渓谷をドライブした時の感想は、もう一つの楽しみは、渓谷でこのマシンを攻め込むことができることです。正直、新型 WRX がこんな風に渓谷をスムーズに走ることができるとは思ってもいませんでした。残念なところがほとんどなく、軽いコーナーでほとんどもたもたすることがありません。新しいサスペンションと剛性の高いシャーシはマジ神だと思います。だそうだ。走りに関してはベタ褒めなのね。だけどステアリングについては、しかし、軽くて痺れるようなステアリングはこの世代から失われて少し不満が残る。しかし、パワーに関しては、271馬力というパワーに匹敵する車は他にあまりありません。アメリカ人が運転するシビック SI やゴルフ GTI、あるいは後輪駆動のような車は、渓谷のようなところでは、よりシャープなフィーリングを味わえると思う。
しかし、ポイントは WRX がそれらの車にないものを持っているということです。最近の車の中ではパワーはある方で、さっき挙げた車に劣る部分はあるけれど、それ以外の良さがあるってことよね。なんなのかしら？その続きとして、これらの車では道の終わりは文字通り道の終わり。しかし、WRX にとってはそれは物語の半分に過ぎないのです。そしてこの車はこんな路面がお似合いなんだ。確かに似合ってるわよね WRX には。ほんと言い回しが好きだわ海外の人の。そう、道がなくなったとしても、WRX は荒れた道からが本番と言わんばかりだな。正直なところ、高速道路ではまだ乗り心地が悪いし、音もうるさい。でも、これは WRX なんです。さっき紹介した車の方がこの車よりもっと洗練されているかもしれない。しかし、必ずしも洗練されている必要はないのです。洗練されたピコリなんて、ただのバリスタに過ぎない。なんだか、このニュアンスはアメリカ人ならわかるニュアンスなのかしらね。レイムちゃんにわからん。翻訳ミスかもしれないがニュアンスわかる人コメントよろしくだぜ。でも、この車はサスペンションがよく動くんだ。大きな衝撃にも耐えることができる。そう、洗濯板のような裏道でもね。ラングラーに追い越されたり、ゴルフ GTI を見かけたが、全部取り返してやる。ここはスバルの国だ。とまあ、やはりスバルの本領発揮はダート的なアクロでこそ発揮されるってレビューだったな。ほんとユーモアな評価というか、だから海外の人のレビューって見てて飽きない。あまり日本人が真似できる話し方じゃないからな。そして外観の話に変わるぜ。フードのスクープエンドはかっこいいんだけど、最初に発表された時にみんなの反応見たら、うわ、なんか変ってなったんだよね。私もあまり好きではなかったな。XV のアウトバック WRX って言葉がぴったりなように感じたね。ここら辺はやはり日本もアメリカも似たような印象を受けてる人が多かったのね。樹脂フェンダーの部分はいらないんです。私はアウトドア派でオフロード派だが、それは必要ない。フェンダーフレアだけでいい。もっとフェンダーを大きくして、プラスチックを減らしてほしい。クールなエアベントがあり、きっとなんかやっているんだろうけど。やっぱりフェンダーの樹脂部分のところを突っ込み入れるわよね。個人的には全然ありだと思うんだが、かなり好みが分かれるところではあるからな。リアのフェンダーにも同じ素材が使われてますね。リアはラインもあるしネットでは、黒いおむつみたいと言われてたよ。それを取り除くことができないのは残念だね。テールライトの位置もおかしいし、形もなんか変。ヘッドライトは超かっこいいし、フロントエンドもいい感じなんだけど、テールライトがちょっとねリアエンドも全然好きじゃない。前作の方が圧倒的にかっこよかったかな。とまあ外観はフロントが良くてリアがかなりダメ出しを食らっていたな。逆にフロントはすっごく褒められてるわね。フェンダー以外だけれども。あと、とても訴えていたのは、なぜハッチバックがないんだ？前輪駆動、ターボチャージドカー。なんで俺の手元にはないんだ？インプレッサのハッチバックがあるから、ホークアイ世代の懐かしい感じのが欲しいんだ。そこはスバルで変な判断をしているからだな。めっちゃハッチバックに並々ならぬこだわりが、海外ではハッチバックタイプ人気なのかしら。一応、レボーグのアプライド B 型に S4 と同じ FA24 エンジンを積んだモデルが出たからな。海外では WRX スポーツワゴンとの名称で販売されてるからそれがいいかもな。まあこの車は手頃な価格だし、マニュアルもある。しかし、マニュアルを持ってるとデメリットがあるんだ。アダプティブサスペンション、ドライブモード等がなかったり、スポーツを快適にするものがない。レカロシートやドライバーアシストもない。これらは CVT にしか付いてないんだ。肝心の CVT はあまりいいもではないんだ。なんでそれらをマニュアルで使えるようにしてくれない？そうすれば、乗り心地の問題も解決されるしね。悲痛な叫び。CVT モデルにしかそういった機能や設備は付いてないのね。確かに、アメリカのスバルを見たらグレードが4つあって、GT モデルにしかレカロやドライブモードは付いてなかったな。当然 CVT なのでマニュアルではないな。そして話は最後に内装の話になるぜ。この巨大な iPad のスクリーンは良かったが、あまり明るくないんです。そして、直感的にうまくいかないことがあります。例えば、これはエアコンモード切り替えですが、フリックじゃなくてプしか反応しない。頑丈なタッチスクリーンなのは評価します。だけど斜めに傾いてるから、埃が溜まりやすくて太陽光に当たっても全く見えない。デバイスの動き自体はそれなりに即良くていいね。前作よりアップグレードされてる感じ。それに、温度や音量などのボタンがしっかりあるのも、とてもありがたいですね。面白いのはトリップリセットボタンが、スタートボタンの真上にあること。間違って押しちゃうよ。スクリーンは一長一短な感じなのね。今後改良されるだろうなぁと入ってるが、結構気になるポイントでもあったようだぜ。他にはこんなのも、座席は大丈夫だけどね。頭上スペースも十分だ。WRX のクールな点の一つは、前モデルと同じ、
この小さな窓から見える景色が素晴らしいこと。A ピラーを細くしたような素晴らしい眺めだ。昔の WRX は真ん中上部に小さなセカンドスクリーンがあったけどあれは素晴らしかった。だけどそれらは全て中央に情報が全て集約され、なんだか楽しくなくなっちゃったんだ。ステアリングは相変わらずかっこいいし、後部座席のヘッドルームも広い。確かに、あの小さなスクリーンがないのはちょっと寂しいかも。言われてみて初めて確かになってなるな。空間的には人を乗せて問題ないレベルみたいだ。そして最後の締めくくりとしては、やはりこれは買いですね。特に、AWD、頑丈なボディとマニュアル。そして雪やダートを走行するって、人にはぴったりだ。ボートを牽引することを除けば、何でも簡単にできる感じです。普通の道路を走る分には、これ以上に洗練されている車はあります。しかし、荒れた路面や凸凹道を走る部分では、とても魅力的な一台だな。こんな感じで締めくくっている。総じて、評価的には良かったわね。まあ、ボロクソに言われてる部分もあったけども。でも海外の S4 はマニュアルモデルがあって本当に楽しそう。日本にもあればいいのになマニュアルモデル。今回のレビューは新型 WRX-S4 の北米版のマニュアルモデルになるので日本のやつに当てはまるとは、限らないことは覚えておいてほしい。それとこれは試乗された方の個人の意見なので、海外の人、全員が全員同じ意見とは限らないぜ。個人によって趣味思考は違うわ。乗る人によって評価は大きく変わるでしょうからね。だけども海外の人のスバル車に対する評価を聞けるのは非常に貴重で面白いわ。今回はウプ主のガバガバ翻訳なので微妙にニュアンスが違うかもだが、大まかな内容は合ってるはず。英語がわかる人はぜひ、概要欄のリンクにレビューした人の動画のリンクを貼っておくので訳してみて。ご要望があれば今後もこんな感じで、海外の人のスバル車に対するレビューを動画にしていこう、と思うので応援コメントと一緒に教えてね。もし、足りない情報やこんな情報も公開されてたぜってのがあれば、コメントでみんなに教えてほしい。普段は、こんな感じでスバルの車の話や雑談等々をしています。もし、スバル好きであれば、チャンネル登録って形で繋がることができると嬉しいぜ。また、動画にしてほしいリクエスト等があれば、それもコメントまでちょうだいね。とまあ今回の動画、北米仕様レビュー、新型 WRX-S4 を海外の人が試乗した素直な感想をゆっくり解説、は以上になるぜ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。